こんにちは、菊の丸ガレージにようこそ。今日はヤフオクで買った CBX の検証ということでお届けしたいと思います。でその CBX はこちらです。これが400なのか550なのかって皆さんすっごい気になると思うんです。もう値段が全然違うんです。で残念ながらこれは550です。さすがに400は高すぎて買えません。でこれでも結構するんですけどね、けど400に比べたらもう半値以下なんで買いました。で最近あんまりオートバイの動画って私上げてないんですけども、つい数年前まで大型のバイク持ってました。GPZ900R、 いわゆる900忍者で年齢も上がってくるとやっぱりその水冷の 900cc のオートバイにするのがちょっと大変かなと。で年齢のことも考えて1回900は手放したんですけど、でそれから数年経ってやっぱりちょっと大きいの欲しいなと思って、でさすがにもうリッターバイクは無理だなっていうので何にしようかなと思って思いついたのがこの CBX です。でまあいろいろ候補はあるんですけども、実は40年近く前私 CBX に乗ってて、やっぱりもう一度また乗りたいなと。でその時結構10年近く乗ってたんですけど、手放してからバカみたいに行動したんですけどそのまま持っときゃよかったと。でまず今日のこの CBX っていうのはヤフオクで買ってます。で結構な値段のするバイクなんで、ヤフオクなんかで買って大丈夫なんかってこれ絶対失敗されると思うんですよ。ですから今をもうついたばっかりのバイクなんで皆さんと一緒に検証していきたい。ただ最初に言えることは、バイクもそうですけども、やっぱりヤフオクの中でも信頼のおける方から買うのがいいんじゃないかなっていう気はしますね。それと結構の値段のするバイクなので必ず事前確認、物は見に行った方がいいと思います。で私の場合もですね、ちょっと遠いですけども香川県に行って、でこの方っていうのはもう CBX を結構な数出されてる方なんですよ。で評判もまあいいですし、でまずは見させてもらおうということで見に行きました。で行ったら結構やっぱ案の定良かったんですよ。でご本人の了解も得てますので、また後でそのヤフオクの ID かなんかその辺もちょっとお知らせしようと思います。まずはじゃあ一つずつ検証していきます。外装はいくつかパーツが交換されています。まずフロントからいきますと、フェンダー、これビート製のフェンダーに変わってますね。で同じくサイドカバーもビート、それにテールフィンっていうかな、テールカバーもビートに変わってます。でマフラーも新品がついてます。紀ノ国屋とありますが、出品された方に聞いたところ、これはステッカーチューンらしいですマフラーは新品なんですけども、ステッカーだけ紀ノ国屋に交換しているらしいです。であと外装で変わっているのはこのコンビネーションのテールランプですね。普通ここが、オレンジ色なんですけども、これクリアに変わってます。でフロントも同じようにクリアに変わっています。であといろんなところ実は整備されてて交換してくれてるんですよ。例えばメーターまだ18キロしか走ってないです。ほとんど走ってないです。ただこれを交換する前は22000キロ走ってたらしいです。でタンクもリプロのタンクに変わってるのでとても綺麗です。ただね、よーく見ると分かりますかね、境が荒かったりとか、これ分かるかな、いっぱいこれゴミ噛んでるんですよ。で一番ね、この辺がねツヤがないんですよ。ここ分かりますかね、ツヤがないの。まるで私が塗装したような状態になってるんですけども、これ大したことないです。このぐらいだとね、磨くとほとんど綺麗になります。ただ磨く場合はクリアの厚さが問題になるんで、十分クリアを何層にも拭いてくれてるんであれば磨くだけで綺麗になります。
クリアが薄くって地肌が出そうであれば、もう一回クリア塗装して綺麗な状態のタンクにしたいなと思ってます。でこのバイクの一番いいところは、買ってからですね、何箇所か整備しないといけないかなと思ってたんですけども、出品された方が軽整備っていうのは全部してくれてます。例えばこれ見てください。ブレーキホースのこのボルト、新品になってるのが分かると思うんですけども、ブレーキ自体をオーバーホールしてくれてます。でエンジンマウントもさらにしたっていうふうに聞きました。マフラー交換した時にこういう、これなんていうんですかね、フィンの部分、これも新品に交換してくれてます。であとはですね、キャブ、これも1回分解掃除してジェット類を全て交換してるらしいです。でそのせいもあって非常に調子がいいです。スムーズにエンジン回ってくれるので、いい感じですね。リアの方に回りますと、リアも全部オーバーホールしてくれてて、マスターシリンダーも交換してるみたいです。これインボードタイプってあまり見かけないディスクブレーキになってるんですけども、ドラムブレーキのように見えますがディスクブレーキです。中にディスクが入ってるんですけども、分解するのが普通のに比べてちょっとめんどくさいんですよ。だからこれ整備しないといけないかなと思ったんですけども、確認したら整備してるっていうことなんで、これ本当に良かったなと思ってます。じゃあなんでこんなインボードにしてるかっていうと、普通のディスクブレーキってディスクがステンレス製なんですけども、これは鋳鉄です。で鋳鉄は非常に効きがいいんですけども、その反面錆びやすいんですよ。でそれを避けるためにインボードにしたらしいです。けど絶対水って入ってくるんで錆びますよねだからこの後ホンダもやっぱり採用してないですね。通常の、ステンレスのディスクブレーキに変わってます。これはですから鋳鉄製のインボードディスクになってます。 CBX400 とか550の特徴って、このマフラーが特徴があるんですよね。ノーマルの場合はこの4番シリンダーのマフラーがクロスして向こうに入ってて、3本がこう斜めに入ってるっていう、これが一番特徴のあるマフラーなんですけども、これはもう交換されてるので普通に4本が2本に入って1本ですね。421になっています。ここのオイルシールがもうまず何回か交換してないと無理です。40年も前のバイクなんで。でこれもオイルシールも両方交換してくれてます。ただ中のパーツシールだったかな、なんかもう部品が出てないらしいんですよ。シールを交換してるのに少し盛るらしいんです。だからここにちょっとうっすら出てるのが分かると思うんですけども、これはねどうしようもないらしいです。このぐらい私全く気にしないんでどうってことないんですけども、左側の方は、オイルはにじんできてません。右側だけ少しオイルがにじんできています。基本的に整備が行き届いてるバイクなんですけども、あとちょっと手を加えたいところは何箇所かあります。でまず最初言ったようにこのタンクの磨き直しっていうのがあるんですけども、年式が経つ車なんでいい感じにヘッドが年相応の汚れ方してますよね。このカバーなんかもね。でこの辺をピカピカに磨き上げて、少し色が落ちてきているので、できれば耐熱塗装なんかで塗ってきれいに仕上げたいと思いますね。でこれもいい感じに錆びてきてますねでネジ類ですね、ボルト類なんかもちょっと錆が出てるので、これはさらに交換するか、もしくは磨き上げるか。で要所要所のボルトって結構新しくしてくれてるので心配ないんですけども、これ普通はこれもうサビサビになるんですけどね、綺麗です。だからところどころ綺麗にしたり磨いたりをする予定にしています。
大事なことを言い忘れるところでした。で、私が購入したのは Yahoo の ID っていうかな、それで山0905という方から購入しました。若い方なんですけどね、しっかり整備もされていていい方だと思います。ただし冒頭にも言いましたように、バイク一台一台個体差があるので、もう必ず自分の目で検証して、でこれなら大丈夫だっていうものを選んでいただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。またこのバイクきれいにしていく動画もどんどん上げていくと思いますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。さようなら。Close till I get up. Time is barely on our side.